サリューどうも。今回もやっていきたいと思います。作っていくのはエビのパスタです。エビトマトクリームパスタなるものを作っていきます。だいたいこの3つが揃えば美味しいものはできると思うんでね、よっぽどその作り方とか分量とかが変な方に偏らない限り。エビで思い出したんですけど、あれですね、エビチリやんないとですね、コメントでもねリクエストをいただいててやろうと思ってたんですよね。やります。それでこのパスタはベースとしてはトマトとクリームなんですけど、そこにエビのね風味、あとはちょっと出汁を作って加えていくので、主体はトマトなんですよね。なのでアメリケーヌソースのパスタっていうほどではないんですけど、もうちょっとなんでしょう、エビ感軽めな感じです。そんなわけで、よりエビ感、エビソース感を全開に出したいっていう場合は、頭付きのねエビで同じような分量でやるとより濃厚なエビソースパスタっていう感じになります。それでこのエビは剥いて、大きさ的にちょっとね縦半分にしましたね。あんまり大きすぎるとそれはそれでね贅沢な感じがあっていいんですけど、パスタに絡みづらいっていうのもあるので、半分にカットして片栗粉、塩、そして水ですね。で、汚れと臭みを落とします。ここからはニンニクのみじん切り。ニンニクはこれはねパスタのソースの味のベースになるんでね、しっかりとみじん切りにしておきます。このニンニクのみじん切りは粗めでもよかったんですけどね、最近は動画でも細かくみじん切りにすることが多いんで、つい癖でね細かくしちゃいましたね。なんでもう少し粗くても大丈夫です。全然。この一本前の動画で、コメントでね皆さんから結構冒頭のねサリューをやたら丁寧に発音してますねって結構ツッコミがね入りましてね、やっぱすごいですね。気づくもんなんですね。サリューが聞き取りやすくなってるとね、本当たくさんコメントいただきましたね。びっくりするぐらいいただきました。そんな感じでいつも楽しくコメント読ませていただいてます。ありがとうございます。感謝。使うトマトはカットトマトでも全然大丈夫なんですけど、フレッシュトマトの方がこのレシピには合うかなと思ってフレッシュトマトを使ってます。なのでフレッシュトマトは細かく角切りにしておきましょう。それでここで鍋に、適当なサイズの鍋にオリーブオイルをひいて、強火で剥いたエビの殻を炒めていきます。なるべく強火がいいんですけどね。あとニンニクはもしあったら、加えておくと美味しくなります。なんか余ってるニンニクとかでいいんで、目が伸びちゃったとかそういうやつでも大丈夫です。で、しっかりと香ばしく炒めていきます。エビの香りが立ってきたら白ワインを加えましょう。白ワインはだいたい 50cc ぐらいですかね。でその白ワインもしっかりと、煮詰めて水分がなくなってきたらトマトペーストを加えます。それでトマトペーストもこれ今だいたい中火ぐらいなんですけど、しっかりと炒めてエビの殻と混ぜ合わせていきます。そしたら水を加えて、水の量はだいたいエビの殻が泳ぐぐらいですかね。そんなに正確には決めてないです。ただあんまり多すぎても少なすぎてもダメなんで、この映像で見る限りの量ぐらいって言えば一番なんでしょうね。エビの出汁を取ってる間に片側でフライパンでエビの身の方を炒めていきます。
少しだけ下味の塩もしておきましょう。エビの風味をねよりこう引き出すようなイメージです。でもこれも強火ですね。さっと香ばしく炒める感じです。で全体がこう軽く赤く染まってきたぐらいで引き上げます。火がね入りすぎちゃうと硬くなりますからね。まだエビは最後に合わせるので、その時に火も加わりますから、それも計算してさっと炒めます。そしてフライパンがねエビの風味が残ってるところにトマトを加えて、トマトも強火で炒めます。イメージはトマトの水分を飛ばして甘く仕上げつつ、ちょっと香ばしさも引き出すような感じです。そしたらトマトを少し端に寄せてニンニクをね炒めていきます。空いたスペースで。これもよくねニンニク先に炒めなくていいんですかとかあるんですけどね、そうするとトマトをねしっかりと炒めることができないんで、僕は先にこういう場合はトマトを炒めます。もちろんニンニクから炒めるパターンもあるんですけどね。そして、ある程度トマトの水分も煮詰まったら、引いておいただし、だいたい15分から20分ぐらい経ったんでこれを加えます。しっかりとねこうギュッと押してエビのエキスをねちゃんとこのフライパンにソースの中に加えます。もうこの時点でほぼ出来上がったも同然ですね。だいたいこの段階でソースの味っていうのは美味しくなってますから、パスタを茹で始めます。ここで生クリームを加えて少しこう濃厚な感じを演出しつつ、仕上げに入っていきます。生クリームとエビはもう鉄板の相性ですからね、間違いないですよね。でここで、魚醤いしりですね、ほんの少しだけ加えました。これを加えるとまたこうギュッとね、魚介の風味が強くなるんでおすすめです。なのでね、私んちちょうどいしり余ってるわっていう人いたらぜひ加えましょう。パスタも茹で上がったのでソースの方に加えていきます。で特にねこの段階で、すごい強火にしておく必要はないんで、ゆっくりとね、パスタにソースを吸わせていくような感じで中火とかで大丈夫ですね。炒めておいたエビも戻して全体にさっと合わせていきます。目安としては、全体的にパスタにソースが絡まってれば OK ですね。あんまりね煮詰めすぎてもねクリーム入ってるんで、ある一定のライン超えると急にボソボソになり始めますから、そこだけ気をつけましょう。あんまりボソボソになったら茹で汁を加えて調整って感じですね。というわけで盛り付けに入ります。ドレッセです。このエビがねしっかりとこう最後に豪快に美味しそうにこんもり盛れてるっていうのが大事ですね。あともう黒胡椒でシンプルに仕上げます。これはもう抜群にうまいですね。エビの濃厚さとあとトマトのフレッシュ感、それらをつないでるいしり魚醤の味がねバチッて決まってるんで、これは止まらないですよ。エビの濃厚さにこうさらにね生クリームも加わってて、何とも言えないリッチ感もあるし、かといって黒胡椒のねキレがあって重たさも感じないっていうね、こんなパスタがあっていいんだろうか。不安。うまっ。というわけでエビのトマトクリームパスタでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。
アビアント